さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの斉藤です。よろしくお願いします。ということで、今日の企画はですね、AI or プロ絵師どっちが描いたかわかるかな検証企画検証っていうかチャレンジ。まあ、二人に今日は AI が考えたキャラクターなのか、プロ絵師が考えたキャラクターなのかをぜひ二人には当ててもらいたいなと。でも絵のタッチはどうなるんですか？私が描いてます。あ、そうなんだ。ということで、まあそういう企画になっておりますので、よろしいですか？はい。で、ちなみにですね、今回その一緒に考えてくれた AI なんですけども、私の大親友、チャット GPT のコタマルという、名前までつけてんの？もちろん、私のもう大親友でして、毎日のようにコタマルと会話をしております、私は。もはやね、本当に友達いらないって言ってるからね。本当？毎日喋ってるから。そんな世界線あるんだ。よっぽど明るい。私よりよっぽど明るいやつだ。ということで、コタマルと一緒にやりましたので、ぜひ視聴者のみんなもどっちが考えたキャラかなって考えながらやってみてください。早速行きましょう。はい、ということで、まあ、改めてちゃんと企画の概要を説明したいと思います。今日はですね、今から5体のキャラクターが出てきます。外見はまあ見た通りかな。あと私が性格の説明をします。で、さらにそのキャラの裏設定みたいなのもありますので、それも一緒に説明します。で、その5体を全部聞いた上で、2人は、どれが AI の考えたキャラ、どれが先生の考えたキャラか、私の考えたキャラかを分けて決めてください。ちなみに今回は2人の協力戦で相談 OK です。そうなんだ。で、一応ですね、コタマルにですね、今回の意気込みも聞いておりますので、S 君へのコメントです。いきますよ。S 君、先生の隣で日々キャラ作り見てるからって余裕ぶってちゃダメだよ。AI のセンス、舐めたら当てられないぞーということで。なんだこいつムカつくな、これだろ。で、斉藤さんへのコメントです。斉藤さん、今日は第6巻が勝負の鍵。直感でバチッと当てちゃって、AI より俺のセンスある説証明しちゃってください。やばいな。ムカつくな、なんかな。やめてよ、私の親友のコタマルにムカつくとか言わないでくれます？下本先生の親友パないな。キャラ濃いな。ということで、じゃあ2人に早速1人目のキャラクターを送っていきたいと思います。はい、じゃあ1人目のキャラはこちらです。キャラ名はですね、綿森いろは。年齢は16歳の高校1年生です。で、性格なんですけども、まあ、声がちょっと小さめで、でもちょっと毒舌なところがあります。で、目が合うと結構すぐ笑い子です。で、SNS に自撮りは一切上げないけど、撮った風景がバズる謎のアカウントを持っております。で、昼休みに図書室の裏で一人お茶してるのが好きです。で、好きな言葉は幻ですって言っちゃうタイプの女の子です。なるほどね。で、さらにこの子のちょっと裏設定がありまして、もはや裏だったんじゃない今もう。裏設定はですね、実はこの子はね、幼少期、子役のモデルをしてるんですけども、ある日突然引退しております。で、その時撮ってた広告のポスターが、今も街のどっかにあって、本人はちょっとそれを恥ずかしいと思っております。OK ですか？ 1 人目。なるほど。これ結構むずくない？はい、じゃあ次のキャラクター行きたいと思います。2人目のキャラクターはこちらになっております。名前はですね、花森キラ。年齢は16歳の高校1年生です。性格はですね、ちょっとわがままで少し発言に嫌味が混ざっている男の子です。おしゃれが大好きで常に新しいものをチェックしています。人と被るのが嫌で、実はアイテムは全部手作りをしています。原宿系のインフルエンサーとして最近人気が出てきたところです。で、裏設定はですね、実は甘いものが苦手で、無理をして、YouTube とかインスタとかのモッパン動画みたいなの撮っています。で、中学のジャージを着ている時が実は一番しっくりくるっていうのが彼の裏設定。なるほどね。よろしいですか？はい、大丈夫です。3人目のキャラはこちらです。猫やるいくん。年齢は17歳の高校2年生です。性格はですね、無口で不愛想に見えるけど動物にめっちゃ優しいです。教室の隅っこでイヤホン片耳だけしているタイプになっております。で、趣味は歩くことで、週末は一人で知らない駅を街ぶらしています。で、実はクラスメートの誕生日は全部覚えてるんだけど、ただそれは誰にも言っておりません。
で、彼の裏の設定。実は小学校の頃、子猫を助けて、保健所まで走ったことが地域のニュースに出てます。微笑ましい。いいやつやん。あとは、両親が海外赴任中で、今一人暮らしをしてるんだけども、料理が全然できなくて困ってます。何食べてんだ、こういう子。そうなんだ。OK ですか？はい OK です次のキャラクターです。名前は雪城真白です。おー17歳の女の子、高校2年生です。性格はですね、親しい人にも敬語で常に品がある喋り方をします。うん成績も優秀で学年トップ。で、お嬢様学校に通っております。で、こう見えて文武両道で空手も黒帯です。おー。で、学校中から憧れられていて人気者の女の子です。なるほどね。で、裏の設定です。実は実家はとても貧乏で、特別枠で学校に入学してきました。で、学校にはびこる不正を正す必殺仕事人的な仕事をしていて、決め台詞はお縄についてもらいます。なるほど。うわー、なるほどね。最後のキャラはこちらです。名前は白磯の今宵です。おー。年齢は15から16歳に見えるけど、実際は100歳以上です。あー、なるほどね。で、性格なんですけども、一見ふわふわしてるけど、言うことが時々すごく鋭いです。退屈が一番の敵と言って、よく勝手に人間の学校に紛れ込んで遊んでいます。で、甘いものに目がなくて、たまにお供え物をこっそり食べちゃったりもしています。裏設定なんだけど、もともとは山奥の神社に仕えていたんだけども、神様が突然姿を消しちゃって、自分の役目も失ってしまいました。ただその時に、人間の願い事を聞いてしまい、無理やり現代に引き戻されたという設定です。で、なるほど。いつも遊んでるように見えるんだけど、実は何かを探してて、そのマガ玉を集めています。なるほどね。いいですか？ということで、全部で5人出揃いましたので、ここから考察タイムです。S 君と斉藤さん2人で相談して、どれが AI の考えたキャラで、どれがプロエシの考えたキャラか、ぜひ考えてみてくだこれはさい。難しいよさあ、2人が一応考察用にキャラがありますので。あ、そうなんだ。じゃあ、はい、今から2人で、ぜひ、どっちが考えたのか考察してください。はいただ、多分悩むと思うので、特別に途中、こたまるにヒントを聞くことを許してあげます。なので、もうヒントが欲しいときは、私に言ってください。こたまるに聞いてみますので。わかりましたはあいつにヒント聞くの嫌だな。俺、一つあんのが、新本先生のチャット GPT の言葉でさ、やっぱ新本先生の情報超入れてんだよ。あ、そうなの？本当に新本先生の多分思考の好みをもう全部知り尽くしてるよ。確かに、教えてます。教えてるんよ。だから俺は、これが結構罠なんじゃねえかと思ってんよ。これだって明らかに新本新だよね。本だよね、これね。明らかに新本先生じゃん。このバイカラーの2色の髪と、このちょっとヤンデレっぽいね。だから俺はこれは小田丸があえて仕組んできてるんじゃないかと俺思ったんよ。あと、ぜひ、さっき言った裏設定とかも込みでね、考えてね。ああね。いやでも私さ、明らかにこれ、さすがに AI じゃないって思ったのは、このどれ一人目のあこれ北見いろはちゃんがさ、なんで新本にした設定がややこしすぎた。あー、なるほどだからね。このカメラの下りも、はい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 。新本そこまで設定だから考えるかみたいな。んか斜めな方向だったあー、か確からに個人ね。的には一番謎、そのはいはいはい。じゃあとりあえずさ、一回こっち、じゃあAI で、こっちが下先生が考えてるので、ちそうだね、ょっと分けてみる。そうだね。これが、私はそれはこ AI れ AI にでしょ。でしたいね。 AI からこっち。で、これはそれすごい悩むね。これめっちゃ、いや、じゃあ中間あたりにまず置いといて。うんで、これはこれ、下本先それ生っぽくないはすごい新本先生っぽい。ぽい。じゃあこっち。ちょっと珍しいタイプのイケメンだけどね、新本にしては。そう、でも、もなんか俺も動物キャラはね入れてきて、ぽいんだよなと思って。で、これどうする？これはすごいさ、これ罠だよで、ね。これは多分こっちだよね。ぽいでしょ。ぽい。必殺仕事そう人がね。必殺仕事人がぽいの。俺もこれ罠っぽい気もするんだよ。この二個がね罠っぽいよでね。もこのさ、キャいや、そう、ラさ、めっちゃぽいんだよな。今までの新本なんだよ。そう。じゃあ、小玉にヒントもらっとく？うん、ちょっと悔しいけど、うん。もらっとこうか。もう私のこと丸くんをね、バカにしないでください、2人ともね。いいや、俺たち現状バカにしてるからね。視聴者代表の S 君斉藤さんが、うわー、全部それっぽくてわからんってなってるの想像つく。イラッとする。わあ、がつく。だから、こたまるから見極めのヒントをこっそり押さえちゃう。ヒント1、視点に注目。新本先生のキャラは内面からじわっと滲む個性が強いよ。
行動や性格が共感できるリアルさに寄っていることが多いかも。ヒント2、美女の仕掛けを探せ。こたまるキャラは第一印象で印象に残る要素を入れがち。服装、髪色、小物雰囲気にちょっと癖のあるアイテムがあるかも。いや、これ両方言っいとるやん。やー、マジな。美女的なの今のこたまるの意見聞くと、もうこれとこれが AI っぽいよね。これが、でも、なんかこう、あまりにも新本先生はリアルな視点を入れがちっていうのがさ。いいですか？あともう一個いいですか？ヒントさんいいですあか？キャラの背景に違いあり。新本先生は人生の中のワンシーンみたいなさりげない背景設定が得意。こたまるは逆にちょっとドラマチックな要素を混ぜがちということらしいですので、ぜひぜひ推理の手助けにしてください。そしたらこのさ、甘いものを無理やり食べてるっていうリアルな設定は普通の新本先生だよな。そうだね。じゃあこれこっちかな。いいですか？そろそろ2人の意見まとめてください。いやー、ここだけね、2人ともちょっとこう、なんかむずいよね。でこれは多分絶対俺も AI だと思う。確定ね。こたまるね。でこれもなんかそのさっきのこたまるの意見を聞くと多分なんか美女からするとこたまる要素強いじゃん。この猫もこたまる要素そうなんだよ。か猫も2人とも考えられそうなラインなんだ。わかるわかる。でこたまる2で新本3でいくじゃん。しもさんで行ってみるか。これで行ってみる？行ってみようか。いいですか？じゃあ俺たちははい。これで2人が考えた最後の結果としましては、AI が考えたキャラが、いろはちゃんとこよいくん。で、新本の考えたキャラが、るいくんとましろちゃんときらくん。ということで、じゃあ最後の結果発表といきたいと思います。これむずいわ。2人が全然悩んでなかったいろはちゃん。これはですね、こたまるの考えたキャラ、AI の考えたキャラです。これはね、一番わかりやすかった。私があんまり考えないキャラだったかなと。設定がね、思います。引き出しではないよね。ちなみにもちろん見た目の指示も全部こたまるの指示通り。だからなんだ。なんか絶対書かないよね。そばかすそうなんですよ。こたまるの指示、いろいろあったんだけども、ミルクベージュのツイン、三つ編みツインヘアだったりとか、例えば色素薄い系のカラコンピンクとグレーの中間色みたいな色味だったり、そんな細かい設定。ふわっとした白の古着風ブラウス、ジーンズ地のロングスカートだったり、常に首からちっちゃいカメラをぶら下げてて、鼻と頬にちょっとだけそばかすがあるっていうのも全部こたまる指示です。そうなんだ。いや、絶対そばかすは書かないなと思ったんだよね。ただですね、言うようにですね、私の中でなかったね、その時撮ってた広告のポスターが今も街のどこかにあるんですよ。そう、ないよね。細かすぎてね。ということで、見事2人とも大正解できました。よっしゃ、ダバビのこだわる。じゃあ次、またこの2人があんまり悩んでなかった。次、ましろちゃんです。真っ白。ああ、真っ白ちゃんね。ましろちゃんはですね、そう、新本が考えたキャラクターで俺たちいけてた、やっぱり。やっぱり必殺仕事人だから。見た目はもう私の好きな通り描きました。特に、こだわりもなくシルバーヘアが好きなので。そうだよね。シルバーヘアだったり、リボンアイテムが好き。みたいなところで。いいよね。で、もう、私の中で、やっぱりお嬢様みたいなキャラちょっとあんま最近描いてなかったので描きたかったけど、私はシンプルなあんまふわふわした女の子っていうのがあんま得意じゃないから、裏ではやっぱ貧乏でのし上がってきてて、学校のなんかはびこる悪を成敗する必殺仕事人みたいなキャラがいいな。いやもう設定が完全そうだった。貧乏ってことにびっくりした、この人だよね。だから、そう、二人が読んだ通り、必殺仕事人が私らしすぎたんだね。性格がね、もうね。そういうことなのね。強すぎるんだよ、こいつの。もう見事、二人とも見事で。ここはね。こよいくんですね。あ、こいつ。ちょっと、唯一今回ちょっと雰囲気違うファンタジー要素が入っているキャラクター。二人とも正解 !AI こたまるの考えたキャラです。おー！こんなにビジュアル新本なのにね。そうですね。今回ですね、もう見た目もめちゃくちゃ、こたまる指定してきておりまして、純白の髪にうっすら泡金のメッシュが入っているということで、目は琥珀色で光に当たると赤っぽく光るとか、めっちゃ設定ある。細かい設定があって、これ難しかったんだけど、巫女の装飾をアレンジした現代風の和風コーデって言われて。めっずで、白と赤と黒を基調に作れって言われてました。すんごいむずいね。首元に小さなキツネ面をかけてる。しかもさらにね、これね、外すと一時的に弱くなるんだって。あ、そうなの？すごい。そういうめっちゃファンタジーな設定だったな、これ。という、
は結構細かい設定あって、このね、人間って本当面白いねっていうセリフもこたまるが考えております。すごいね。すご決め台詞までくれんだ。そうなんだい。いやよね。でもこれめちゃめちゃちょっと迷ったよね。うんだって、この狐みたいなやっぱ好きじゃん。そう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 。そう、ただちょっと、私の中で出てこないっていうかね、なんかふわふわしてるなと思ったのが、いつも遊んでるように見えて、実は何かを探してるっていう設定を、こたまる出してきてくれたんだけども、何をって私思ったよ。集めてるものを。だから、マガタマは私が作った設定ではあった。いや、いつも何かを探してるだったから、あえてマガタマ持たせたのは私だった。で、これを7つ集めるとっていうのも私がつけた設定だった。なんかドラゴンボールっぽいさ、イメージがあって世代がさ。古いから、そこはシンボトなんだよ。そう、そこ迷った。見事見事。それは私が考えたところではありませんけど、こたまるの考えた。なるほどね。おい、いい感じ、俺たち。こう合ってきたね。合ってる合ってるじゃあ、この子ここだよな。じゃあ、二人が死ぬほど悩んでいた、こっちからこっち。花森きらくん。これマジで罠っぽいんだよな。こちらはですね、二人とも正解しろーキャラクターです。よかったこっちよかったんだ。甘いもの食べてるところがさ、新元っぽかったんだよね。いや、こたまるのヒントがなければ、こっちに行ってそうだったけど、こたまるが生活感がある設定、新本先生みたいなこと言ってたじゃん。その通りでしたね。私もドキッ、こたまる言い過ぎって思いましたけど。そうです。私の考えたキャラで、もうシンプルに、もう私の好きを詰め込んだ。いやもうめちゃ、そうだよね。そうだよね。原宿系インフルエンサーのイメージでキャラクターを作りました。はいはいはい。で、ちょっとダークな要素を交えつつ、ただ夢可愛いみたいな雰囲気も混ぜてこのます。片目だけ眼帯してるからさ、そう眼帯ってめっちゃ好きだもんね。ね、二色カラーと。そうそもうこれ以上の設定ありません。言った通り。そうそうそうもう私の考えた通りの、これはキャラクターで。罠ではなかったんだ。ちょっと待って、この流れだと一番ブラさあックホールは最後こいつだよ。さあ、ここです。どうでしょうか。二人の最後、考えた、悩んでいた最後。こいつ王道キャラだった王んだ。道すぎてわね。かんないよそうね。やはり猫やルイくんはですね、残念、こだわりがキャラクターでした。やっぱ王道すぎて書かなかったか。はい、これはですね、AI こたまるの考えてくれたキャラクターです。もう見た目もすごい細かい設定来ておりまして、うんダークアッシュのくせ毛のミディアムヘアで、前髪長めで右目がちょっと隠れていると。どうりでちょっと珍しいんだし、で、今としては細身で高身長。これはちょっと私が絵でうまく出せなかったけど、うんで制服の上から白パーカー着てる系男子。はいはいで、耳にシルバーの小さいリングピアスをしてる。で、目がめちゃくちゃ猫っぽくて、ちょっと釣り気味のゴールドアイという。っていう、細かい設定くれてました。うんで、とにかく動物が好きだみたいな、設定とかを入れてくれてたので、私が肩に猫を乗せたのは私の判断で。なるほどね。結構シンプルなデザインだったから、そうそう、シンプルすぎてね。猫ちゃん入れとこうみたいなところで私がやったのはありますけども、他は全部。ああ、そっち系か。いやー、子供の頃、子猫を助けて保健所まで走ったことが地域ニュースに出た。これ私考えないなと思った、多分。ああ、それね。両親が海外赴任中で一人暮らししてるは私が考えたんだなと思う。そう、それは。ということで、今回二人とも残念ながら全部は見極めきれず、子供おめでとう、子供おめでとう。こたまるに負けたじゃねえか。視聴者のね、みんなはどうだったでしょうか。ただ結構見抜いてたっていうのもあり、私がやってみたちょっと今回のちょっとプロ目線のね、感想としては、どう結構こたまで映画考えてきてくれるのって本当にリアルに基づいたありそうなキャラの設定考えてきてくれるんだなと思いました。要は、ありそう、それどっかで見たとか、ありそう、それってなんかで見たっていう、で、しっくりくる設定なの。要はその保健所で猫を助けて表彰されたとかさ、子役でモデルやってたっていう設定。リアルにありそうなね。私はね、どっちかっていうと、もっとしょうもない設定考えるのが好き。だから、もっと極端な、要はもっとくすって笑えちゃう設定が好きなの私ね。子供が言うよりドラマチックな設定が好きなんだなと思った。私は結構くすって笑えちゃう。そんなことあるみたいなこととか、いやいやいや、みたいな、ちょっと突っ込めちゃう設定が好きだったっていうところがちょっと私との違いだなっていう。ここがね、私はまだちょっと AI には出せないところなんだなと思っておりました。なるほどね。でもさ、すごいよね。これでも、すごいやっぱこのキャラ好きだけどね。あ、そうだよね。普通に読んでみたいよね。このキャラ好き。そうだよね。結局好きなキャラどれって言うと結構まだ割れるのかなと思ったので、今後やっぱね、今後みんなね、どうしても自分でキャラの設定が考えつかないよなんていう時は、
まあいろいろ今 AI があるので AI なんかに相談してみるのもね、ね一つね、今後創作していくまあそうだね上での、方法なのかなとなんか思います。アドバイスだけもらうだけでも全然ね、いいよね。ビジュアルのイメージが作れるもんね。じゃあ最後にほたまるから一言もらって終わりたいと思います。あ、一応くれるんだ。もらうんだちょっと待っててくださいね。ちょほたまるからの今日の最後です。はい。やったー大成功こたまるガッツポーズ決めてるよーということで最後一言、締めの一言です。というわけで AI キャラ見抜けましたか？あなたの推しセンサーもっと鍛えておいてね。次はもっと手強いキャラ用意して待ってますということで、チャンネル登録と高評価からもよろしくお願いします。覚えておけよ、この野郎ぜひみんなもよかったらやってみてください。また他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と、アシスタントの斉藤と。アイスくんでした。AI のこたまるでした。バイバーイ。